はい、皆さんこんにちは、さちねです。今回はランチ巡りということで、最近ね夜勤の仕事がですね2週間続けてあったもんですから、ずっとね食べてみたかった名古屋飯の中の一つはい、ひつまぶしをね、名古屋市の大名古屋ビルディングの3階だったっけなにあります備長ひつまぶしさんの方にね食べに行きました。予約してね行ったんですけれども、予約しといてよかったですね。1時間ぐらいね待ちの状態で10組の方がね待っていました。今回はちょっと値段の方もいいお値段したんですけれども、たまにはねこういう食事をしてもいいかなと思いまして、念願のひつまぶしにありつけることができました。で食べ方をですねお店の人が教えてくださったんですが、結構なね量がありまして、お茶碗に4杯分ぐらいありました。小さく見えますけど何合ぐらい入ってたんだろう。結構入ってました。ご飯がねふわふわで、やっぱりねさすがに美味しかったです。後半はねお茶漬けにしてだしと一緒にね食べるということで、シンプルなセットだったんですけれども非常に美味しかったです。でお吸い物もついて、このお吸い物も肝水にねいくらかプラスでね変更することもできるそうです。はい、つやつやでね美味しかったです。ものすごく伝統の味って感じでした。はい、ではいただきたいと思います。はい、ということでまずですね、おひつの、ご飯をね4等分にしてくださいということだったので、ちょっとお行儀が悪いんですが、十字をねこう切るような感じで4等分しました。そしてまず1膳目はそのまま何もつけずにね、ただただうなぎの味をね楽しむということで、早速、はい、うなぎをたっぷり持ってね、はい、いただきました。あらあらあら落ちちゃいましたけれどもお行儀が悪いですが、はい、とってもねふわっふわでね美味しかったです。もう見るだけでもうまいって感じなんですけれども、そして2戦目はですねさらしネギとわさびがありましたので、それをトッピングして風味をね今度楽しんでいただくということで、こちらもねすごいさらしネギも美味しくてですね、はい、いっぱい乗っけちゃいましたけれども美味しかったです。はい、風味を楽しむっていうこともね大事ですね。はい、もりもり食べております。そして3膳目になるといよいよ薬味とだし、そして海苔ですねをかけてうなぎ茶漬けを楽しむということで待ってましたということで、やはりねこの3膳目のだしをかけて食べるというところがですね、このひつまぶしのねクライマックスじゃないかなと個人的には思いますけども、めちゃめちゃ美味しかったです。海苔をね最後トッピングしてこんな感じでいただきました。はい、まだね1膳分余っているんですけれども、もうこの時点でお腹パンパンという感じだったんですけれども、さらさらと3膳目は流し込むことができたので、かろうじて4膳目までいけるというねお腹の状態でしたけれども、本当にねいいお出汁がついていまして美味しかったです。はい、ネギを追加しちゃいました。はい、ネギがあると全然ね美味しさが違うから、はい、いただきます。最後の4分の1完食。よく見てます。この名古屋駅だった。名古屋駅はい、皆さんおはようございます。さちねです。今日ね
停電なんですよ。量がちょっと汚いんだけど、まあでも昼間結構ね明るいんで問題ないんですが、冷房はね効かないんで、これからちょっと近くのフレンチレストランに行きたいと思います。行ってきます。停電、停電だ、停止中だった。そんなに不便はなかったんですけど、もう暇でしょうがないので、あんまり YouTube ばっかり見すぎて電池がなくなっちゃうんで、携帯の。じゃあ近くのフレンチレストランね、行きたかったフレンチレストランにこれからね、行きたいと思います。はい、もうね歩いてね5分ぐらいなんですよ。なのでちょっとランチでもゆっくり、冷房の効いたところでランチでも食べて、過ごしたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、到着しました。準備中だ。まであと5分ぐらいあるんですよね。中入っちゃってもいいのかな。レストランブルージュっていうね、すごいなんかおしゃれな感じなんですが、11時半からしか開いてなくて、今準備中だよね。中に入っててもいいのかな、分かんないけど、ちょっと前で待ちましょう。椅子があるかな、分かんない。これトヨタ系列のなんかレストランらしいんだけど、ここかな。これだね、素敵だね。トヨタ自動車開発品種だって。チェリーセージ、こんなのやったんだ。素敵。こんな感じのところです。すごいおしゃれ。マスク入れまである。まだ誰も来てないからちょっと撮るけど、はい、こんな感じです。はい、食前酒、なんて言ったか忘れちゃった食前酒です。前菜です。美味しそう。じゃがいものスープです。メカジキの魚料理です。はい、こんな感じで夜勤の日のねランチを楽しみました。停電ということもあったんでね、フレンチレストラン来てみました。とっても美味しかったです。コスパもいいですしね、エンジョイできました。洋食屋アシェットさんにこれからまたまた友達と行きます美味しいらしい。混んでると思う。11時半になったらみんなバーってやってくるから、20分にここに着いてますけど、白魚ムニエルだ。美味しそう。はい、ということでお友達とね2人で洋食屋のアシェットさんというところにねランチを食べに行きました。とっても美味しいらしくてですね、評判のお店だそうです。またランチに来ました。すごい大きい。ランチはねスープかお味噌汁かを選べるところがね嬉しいんですけれども、こ
こはねカニクリームコロッケが人気らしいので、白身魚のムニエルとね一緒に注文してみました。めちゃめちゃ美味しかったです。はい、お手軽な価格ですしね、また行きたいと思います。湯気がいい。ありがとうございます。美味しい。めっちゃ美味しいよ。いいよね。これが楽しい。うわー、すごい。美味しそう。めっちゃ美味しそう。チリだから。みんなチリも美味しい。あー、美味しい。いいね。はい、こんな感じで夜勤の時はですね、積極的に昼活してランチタイムをエンジョイしております。本日は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。